ダイナミックシステム。ピースマンと申します。ダイナ佐藤です。 MCMYC です。毎月ダイナミックなオーディオシステムを紹介するこのダイナミックシステム。今月もとんでもないダイナミックなシステムですが、早速 MIC ご紹介いただけますか？はい、今日はもうね、こうバンと映ってる通り、名前言いますね。はい、JBL とマッキントッシュ。JBL とマッキントッシュ。これはもうド定番ということですね。聞いたことありますよね？ないですか？もちろん聞いておりますよ。オーディオを深く知ってる人も、あまり知らない方も、どこかで聞いたことあるんじゃないかっていう名前が JBL とマッキントッシュ。いや今回、なんかすごくヴィンテージ感。気づいてもらいました。はい、そうなんですよ。ね、そうなんです。これ素敵だなと思いました。ちょっと特別感が出たらいいなと思って。JBL は今現行品です。これは現行品。これ買えます。いつでもすぐ買えます。いつでもね。マッキントッシュの今上に乗ってる2つと、あと正面から見ると右下のコントロールランプ、この3台は今でも買える型番なんですけど、それのヴィンテージオリジナルモデルというのを偶然にも準備することができて、これなんでかっていうと、僕たちこういう現行品新品のオーディオを皆さんにご紹介してるっていう業務が一つと、こういうねヴィンテージ、ヴィンテージまでいかないまでも中古の製品、買い取り下取りもやってるんです。オーディオに関する業務一般全般ですね、をやっているので、こういう製品をまた新たに別の方に紹介するっていう業務もやってまして、買い替えながらシステムを作っていく人が圧倒的に多いですから、ちょっと状態としても珍しい、なかなかいいヴィンテージ。これは珍しいんじゃないですか？そうなんです。上に乗ってるこれね、実はパワーアンプっていう真空管のパワーアンプなんですけど、近くで見てもらうとね、何十年と経った雰囲気っていうか、時間を経てきた様子が分かるんですけど、右下にあるねC22 コントローラー、これは異常に状態がいい。これは綺麗ですね。今そう正面から見てもね、結構輝いて見えると思うんですけど、ソース機器、再生機器はもう前回前々回1回目と同じようにリン、またリンで、これはもう買えません。これはもうこのコーナーはね、皆さんのイメージつけてもらうために、リンの LP12 っていうレコードプレイヤーと、デジタル再生はリンのクライマックス DS、この2つはもう買えません。買えない。もうこれでずっと買えません。JBL、これ現行品なんで説明しておきますけども、大きなホーンがついてますよね。上の方にですか？はい、上の方に、真ん中から上の方に、もうこれが一番特徴的なんですけど、要はホーンってこういうことね、こうホーン型ね。見た目がもう本当にメガホンあるじゃないですか。メガホン、メガホンをこう加えてる状態。状態ですね。そうするとここが今コンプレッションドライバーの状態なんですよ。ここにホーンがついてるっていう状態。わかりやすい。っていうスピーカー。そう。コンプレッションドライバーっていうのは、音が振動して音が出た瞬間にあえてコンプレス。要するに何がコンプレスされてるかっていうと、今みたいにメガホンみたいに一回細くなるんですよ。それを一回押さえつけて、それからだんだんまた広げていくっていう、そういう構造だから、たくさんの方に均一に音が届くっていう、それは昔からやっていた方式のスピーカーなんですよね。だから元気が良くてエネルギッシュで、低音もしっかり出て、出てる音がすごく聞きやすい、そしてタフ、圧倒的にね。ちょっとだけ聞かせてもらったんですけど、とんでもねえダイナミックでしたね。そうなんですよ。もうね、ちょっとスタッフ一同もう今ぶっ飛ばされました、狂気みたいなね状態に入りましたね。本当に。デザインは皆さん10人集まれば10人好みがあると思うんですけど、でもやっぱりかっこいいですよ。JBL の中でも特にこのスタジオモニター系と呼ばれる4桁ナンバーで頭が4のやつ、
はいはいはい43、はいんそうですそうでやす、つね、はいのやっぱりブルーバッフル、大型のウーファーとホーンドライバー、組み合わせは、もうトレードマークですね。家で使ってましたよね。一番僕生まれて初めて自分で買ったスピーカーが JBL の4343というモデルで、これの1970年代ぐらいかなのモデルだったんですよ。当時そういう伝説とか知らずに、JBL 伝説みたいなね、いわゆるものを知らずにでかい青いっつってでね、なんか今日はどうなのって言ったら今日は遊べるスピーカーだよって言ってたんだろうね。遊べるスピーカーっていうのは初めてね、僕の場合は JBL4343 を手に入れることによってそれを中心にした生活のアイディアみたいなものが頭の中に浮かんで、友達呼んでパーティーやろうみたいな、七輪でハマグリ焼こうみたいな、そうなんかそれねちょっと聞いて分かりました。本当ですか？ありますよね。確かに欲しいそうなんでっかいし、音も大きいので、ハードル高いように思われるんですけど、なるべく実は若い人に挑戦してもらいたいですね。大きい音出さなくていいですか？あれ別に出すと楽しい。いや出すと楽しいんですけど、よく聞かれるのがJBL って大きな音出さないんで、僕の家には不向きかななんていう人たくさんいるんですけど、大丈夫ですからね。特に今の4367現行モデルなんかだとまとまりがすごくいいから、割とそう小さい音でも楽しめる。リニアリティしっかりしてます。古いものは結構もうガッと上げないと美味しいところがなかなか出てこなくて、意地になって結構音量上げたりっていうのをやってましたけどね。一旦スピーカーの説明したところで、その今の雰囲気を音楽でちょっと聞いてもらっていいですか？ぜひともです。はい。じゃあ一曲いきましょう。お願いします。それではどうぞ。はい、どうでしたか？どうでしたか？ちょっとこういうこと今回は私脳みそが飛んできましたね。いやもう本当に音楽ってこういうことだ、素晴らしいなって改めて感動しました。そういうことで大げさな気がする。大丈夫ですか？本当によかった。いやでも僕らもそういう経験を経て、
やっぱり JBL 好きになって、なんかもう一回音楽好きになってみたいなことが過去にやっぱり同じなんですよ、ネットを一回ぶっかけられたことによって、いや本当にネットをぶっかけられて脳みそ飛び出ててどんなこと言ってるのかっていうぐらい飛び起きちゃうっていうかね、まだ自分の中でも眠ってる部分があったなっていう。そうだね。このタイプのスピーカーがむちゃくちゃ売れたっていうその時代がやっぱりちょっとね、その時代の熱狂みたいなものがね、なんか羨ましくもありますよね。それだけ音楽に飢えた人たちがいて、そうですよね。ちゃんとそのエッセンスがずっと残ってて、ずっとで JBL のこのモニターシリーズっていうのもそのあんまり姿形をガラッと変えてないんですよ。でこの良さを知ってるのは実は日本人がね一番よく知ってるんですよね。アメリカンサウンドっていうイメージですけど、アメリカのハイファイションに行くと JBL ってあんまり出てなかったりして今は、やっぱり日本のジャズ喫茶の歴史とか、オーディオショップも一面になっていられたらありがたいことだけど、そういうオーディオファンのによって守られてきた一つの伝統芸能みたいな。なるほど。このマッキントッシュと JBL のこのアメリカンサウンドが日本の70年代ぐらい60年代ぐらいからかな、そうですね、培われてきて、そうなんです。ここに今あると。でも世界的に見てもそういう得意な文化、オーディオの文化形成が日本は独特なんです。それが一つの大きなそれがいい形、証明された形。頑張ればすごく繊細な音も出ますし、繊細な部分がね、出てスピーカーとしての機能すごくレベルが高いので、それは改めてお伝えしておきますけど、正解っていう音ですよね。だからそうですね。で、ちょっとスピーカーの話はもうちょっと、これ以上いくともう楽しい話しか出てこないので、というわけでたまたまちょっと準備できたマッキントッシュのアンプ、これちょっとね正面から見てもらった方が多分結構ねいいと思うんですよね。もうまずもってビジュアルが本当素敵ですね。すごい。大体何年ぐらいでしたっけ？60年代の製品です。オリジナルの製品なので、当時ゴードン・ガウっていう人がマッキントッシュの中で中心的な役割を担っていた頃のプロダクツですね。今も姿形が基本的なプロダクトデザインは変わってないので、現行品で買っていただくこともできますし、KT88 のプッシュプルだね、のモノラルパワーだね。これが一つに合体すると、もっと有名な275っていう275っていうのはね、2つステレオで 75W、2チャンネルで 75Wの力かな。覚えやすいですよね。マッキントッシュの型式は基本的に最大出力の数値が型式ナンバーに当て込まれている。なるほど。今マッキントッシュっていうとアップルコンピューターの方を思い浮かべる人の方が圧倒的に多いと思うんですけど、オーディオファンの中ではもうマッキントッシュって知らない人いないぐらい有名など定番なんですけど、定番が定番足りうる存在になった理由がやっぱりここにあるような気がしますよね。その1960年代の品物ですけど、時代の空気を吸って、その瞬間やっぱり最高に新しいものだったというのが今でも分かる。古いだけのものじゃないっていうのが、本当によく分かる。ここよくこう斜めにしたよね。それもね本当にこのデザインそうなんですよ。こういうのもそうですしね、フォント一つとってもやっぱり文字の表示のシルク印刷のフォントとかで徹底的にやっぱり丁寧ですよね。丁寧さがすごく伝わってきますよね。ちょっと本当に僕ら側からは見にくいんですけど、その下にあるC22 っていうコントロールアンプ、随分つまみが多いと思うんですけど、今ではあんまり使わなくてもいいように思えるようなものもたくさんあるんですが、当時やっぱり必要だったものがそれを見ることで分かりますね。なるほど。左右のアンプっていうのはもっとバラバラだったんだとか、右と左のバランスを整えるつまみが今ほとんどねないですけどね。ソースの入ってくる信号ももうまちまちだったんだ。そうレコードだったり、チューナーだったりとか、カセットテープだったりとか、あと針のね出力も全然違ったりとか、今の他の製品はよりシンプルに極力少なくノイズの元になるもの少なくとか、そういう考えもあるんでしょうけど、ボリュームしかないとか、ボリュームしかない、それで言うと真逆なんですけど、そういう思想とポリシーが、今にもちゃんと息づいてるというか、
使わない人にとっては非常にいらないものがあるかもしれないんですけどそれは、当時やっぱりどんだけこう音楽を聴くのに、苦労したかというか、それをちょっと思い馳せながらいじるとまた格別です。はい、それがねマッキントッシュ。今回ね、ダイナミックシステムでこれね紹介できるのも何かの縁っていうかもしれないですね。そんなしょっちゅうあるもんじゃないそうですね。そうなんですよ。たまに覗きに来てもらえれば、こういうものもかもしれないというのがあって、僕たちがこういう仕事中古品とかヴィンテージ品も扱ってますよっていうのをちょっとお知らせできたらなと。はい。こちらは今回はそうですね。大事なこと。おいくらダイナというのを毎回聞いておりますが、はい。スピーカー。これは現行品なので、いつでも買っていただけるスピーカーで、144万ダイナです。日本で。今までのね中でいうと意外と安心した数字じゃないですか。サイズに対してのコスト感もだいぶ。これもまたね JBL の魅力ですよね。そしてこちらはですね、今先ほどからお伝えしているように、ヴィンテージ、出物でもう一点物の製品なので、これはね時価と言ってます。時価ダイナ。出ました時価ダイナ。これ多分これからもこれ以前もこれからも。でもプレミアついたりあんまりしませんから。もう値段がつけられないぞと。これ答えにはつけられるんですけど、同じものが出てきたとしても同じ値段ではないので、状態とかコンディションによって違うので、これと同じものがあるとは限りませんが、なんか面白いのがあるかもしれません。僕らが今今日こう出会ったように、結構そういう意味では出会いなんですよ。中古とかヴィンテージものっていうのはもう出会いでしかないので。なるほど。ヴィンテージから現行モデルから、それからいろんなね他にもね様々なね見た目めっちゃかっこいいや聞いたらやっべえなっていうのいっぱいねダイナミックオーディオさんにはありますんで、これ毎度言ってますから本当体感してほしいですよね。そうですね。いや今日はこのド定番の JBL とマッキントッシュ、かっこいい。めちゃくちゃかっこいいですけどね。もう本当にこれをお届けしましたが、はい。どうでしたか最後。俺ですか。ごめん、今日新しいお話。そう。二言ぐらいで全部総括して。いろんなものの進化っていうのがあるけれど、常に必ず一個の方向に行ってるわけではないくて、世の中はどんどん便利になるけれど、質的にはもしかしたらねそんなに変わってない部分もあったりして。そうだから昔のものなんですけど、今でも全然通用しちゃうんですね、はっきり言っちゃうと。ただ不便ですから結構。もちろんそうですよ。壊れちゃったりとか、やっぱりリスクはあるというかね。誰でも限られた人しか使えなかったものがみんなに使えるようになってくるっていう進歩が昨今の進歩ですけど、そうただもう質的なものは過去のものにも十分、実は音楽もそうですけどね、そういうものを、オーディオと音楽ともに味わってもらえたらいいなと思います。はい。素晴らしいですね。いやありがとうございます。二言で説明しちゃいましたから。マジですか。どうですか MIC。もう同じです。全く同じです。びっくりしました。同じすぎて。でもこう伝統を皆さんね、伝統を皆さんに紹介していくっていうのもすごい素晴らしいなと思いました。そうですね、本当にそういうところもあるので、新しいものばかりでもなくて、そういうのももちろん僕たちも日々勉強してますから、そういう楽しさもお伝えできる準備は常にしてます。そうですね、やっぱ過去の人々が音楽に捧げた情熱を、ね、なんか伝えられたらいいなと思ってます。ということでダイナミックシステム、今月もとんでもなくダイナミックでしたが、来月もダイナミックなシステムを紹介したいと思います。ということで皆さんまた来月。ありがとうございました。バイバイ。